なぜ今、半導体業界で30年ぶりの技術革命が起きているのでしょうか。あなたが毎日使っているスマートフォンやパソコン、生成 AI まで、これらすべての性能を決定づけているのは半導体チップです。その半導体チップの製造に欠かせない材料が、今まさに劇的な変化を迎えようとしています。約30年間にわたって業界標準だった従来の技術から、全く新しい技術への転換が始まっているのです。その最前線に立つのが、住友化学が開発する有機低分子レジストという革新的な技術です。この技術はなぜ半導体業界から注目を集めているのでしょうか。答えは、半導体の微細化が限界に近づいているという現実にあります。今回の動画では、この有機低分子レジストの開発背景から技術的特徴、そして日本の企業動向まで詳しく解説します。この技術が未来の半導体産業をどう変えていくのか。当チャンネルでは、このような最新の技術や注目企業をわかりやすく解説しています。最新の技術に興味がある方や、情報収集の機会を逃したくない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、半導体技術の最前線で起きている技術革命を一緒に見ていきましょう。なぜ今、有機低分子レジストのような新しい技術が必要になったのでしょうか。その答えを理解するためには、まず半導体業界が直面している技術的な壁について知る必要があります。半導体の性能向上は、回路パターンをより細かく、より高密度に作ることで実現されてきました。これはムーアの法則として知られており、約2年ごとに半導体の集積度が2倍になるという経験則です。しかし、この法則が示す微細化の進歩は物理的な限界に近づいています。現在の最先端半導体製造では EUV と呼ばれる波長 13.5 ナノメートルの光を使用したリソグラフィー技術が使われています。EUV リソグラフィーとは極めて短い波長の光を使ってより細かいパターンを描く技術のことです。この技術により7ナノメートル、5ナノメートル、さらには3ナノメートルという超微細なプロセスが実現されています。身近な細いものとして人間の髪の毛で例えると髪の毛の太さの約1万分の1という原子レベルに近い精度です。このリソグラフィー技術の中核をなす材料がフォトレジストと呼ばれる感光性材料です。フォトレジストとは半導体の回路パターンを描くために使用される特殊な樹脂のことで、まるで写真の現像液のような働きをします。光を当てると化学変化を起こし、現像によって不要な部分が除去され、精密な回路パターンが形成されるのです。これまで約30年間、半導体の製造には化学増幅型レジストが使用されてきました。化学増幅型レジストは、副酸発生剤が光を受けて酸を発生し、その酸は高分子化合物の保護器を除去することで現像可能になる仕組みです。この技術は高感度で優れた性能を持っていましたが、パターンの微細化が進むにつれて重大な問題が顕在化しました。その最大の問題が LER です。LER とは、形成されるパターンの境界線がギザギザになってしまう現象のことです。なぜこのような現象が起きるのでしょうか。化学増幅型レジストで使用される高分子化合物は、分子量が5000から2万5000程度と非常に大きく、分子サイズに換算すると約2から3ナノメートルになります。最先端のプロセスでは、パターン幅が10ナノメートル以下になるため、パターンサイズが分子サイズの数倍程度しかありません。このような状況では、一分子が現像されるかどうかで、パターン形状に大きな影響を与え、結果として LER が発生してしまうのです。道幅が広い道路のところどころに大岩がある状況では、なんとか走れていましたが、開発が進んで
道幅が狭くなったことで走るのが難しくなったとイメージしていただくと良いでしょう。さらに高分子化合物には分子鎖の絡まり合いという問題もあります。高分子は長い鎖状の構造を持っているため、分子同士が複雑に絡み合い、現像時の溶解が不均一になりがちです。また、高分子化合物は多分散性を持っているため、分子ごとに機能がばらついてしまうという課題もありました。これらの問題に加えて、半導体業界では生成 AI の普及、IoT 化の進展、データセンターの拡充などにより、より高性能な半導体への需要が急激に高まっています。特に生成 AI の処理には膨大な演算能力が必要で、これを支える高性能プロセッサーの需要が爆発的に増加しています。このような背景から、従来技術の限界を打破する新しいフォトレジスト材料の開発が急務となったのです。住友化学をはじめとする日本の化学メーカーは、この技術的な壁を乗り越えるために、根本的に異なるアプローチを模索し始めました。その結果生まれたのが、有機低分子レジストという革新的な技術だったのです。住友化学は、ファインケミカル事業で培った有機合成技術をベースに、世界最高水準の製品設計、強化技術を確立しています。このような技術基盤があったからこそ、従来の常識を覆す新しいレジスト材料の開発が可能になったのです。では、住友化学が開発した有機低分子レジストとは、具体的にどのような技術なのでしょうか。従来技術との違いを交えて詳しく見ていきましょう。有機低分子レジストの最大の特徴は、その名前が示す通り、低分子化合物を基礎として使用していることです。従来の化学増幅型レジストが分子量5000から25000の高分子化合物を使用していたのに対し、有機低分子レジストでは分子量1000から2000程度の低分子化合物を使用します。この低分子化合物は分子ガラスと呼ばれる特殊な材料です。分子ガラスとは低分子量でありながら高いガラス転イ温度を持ち希少質状態を維持できる有機化合物のことです。通常、低分子化合物は結晶化しやすいため薄膜形成には適さないのですが、分子ガラスは特殊な分子設計により高分子化合物と同様の安定性を実現しています。住友化学の有機低分子レジストは金属を含まない EUV レジストとして開発されており、これが大きな競争優位性となっています。なぜ金属を含まないことが重要なのでしょうか。同じ次世代レジストとして注目されている金属酸化物レジストは、金属を含有するため、半導体製造プロセスでの金属汚染リスクが懸念されています。半導体製造では、わずかな金属汚染でも製品の品質に重大な影響を与えるため、金属フリーの材料は非常に重要な優位性を持っています。では、有機低分子レジストは従来技術と比べてどのような利点があるのでしょうか。最も大きい利点は LER の大幅な改善です。低分子化合物は高分子化合物と比較して分子サイズが約3分の1から5分の1と格段に小さくなります。結果としてパターン境界での分子レベルの不均一性が大幅に減少し、よりスムーズなパターン形状を実現できます。従来の化学増幅型レジストで LER が3から5ナノメートル程度だったのに対し、有機低分子レジストでは1から2ナノメートル程度まで改善されると期待されています。非常に小さな差に聞こえますが、これは 50% 以上の改善に相当し、半導体の品質基準を満たして出荷可能な製品の割合と性能に大きな影響を与えます。次に、機能の均一分散という利点があります。高分子化合物は異なる性質を持つ小さな分子を鎖状につなげて作られるため、鎖ごとにモノマーの構成比率が違うことで機能にばらつきが生じます。一方、低分子化合物である分子ガラスは単一組成で機能を均一分散できるため、現像工程での溶解ムラが少なくなります。さらに、
高純度化が容易であることも利点の一つです。低分子化合物は生成が容易で、半導体製造に要求される極めて高い純度基準を満たしやすくなります。半導体製造では10億分の1の不純物でも問題となるため、この特性は非常に重要です。この有機低分子レジストが実用化されれば、半導体の微細化がさらに進展し、より高性能で省電力な半導体チップの実現が可能になります。これは、あなたが使用するスマートフォンやパソコンがより高速になり、バッテリー持続時間が伸びることを意味します。また、生成 AI や IoT デバイスの普及も加速され、私たちの生活がより便利で豊かになることが期待されています。日本の関連企業。住友化学、証券コード4005。住友化学株式会社は、石油化学から電子材料、医薬品、農薬まで幅広い事業を展開する総合化学メーカーです。同社は、1997年に ARF フォトレジスト PAR101 を世界に先駆けて商業化し、フォトレジスト分野での技術力を確立しました。その後も、液芯 ARF レジストや EUV レジストの開発を続け、現在では EUV レジスト市場で約 10% のシェアを持っています。今回開発した有機低分子レジストを金属を含まない EUV レジストとして位置づけ、この技術を核として EUV レジスト市場でのトップシェア獲得を目指しています。同社の有機低分子レジストは、同社が長年培ってきた有機合成技術と、最近導入したマテリアルインフォマティクス技術を組み合わせて開発されました。マテリアルインフォマティクスとは、試行錯誤に依存していた材料開発を AI や機械学習を活用して効率化する手法のことです。この技術により、同社は数千種類の候補化合物の中から最適な分子構造を効率的に見つけ出すことができるようになりました。製造面では、大阪工場で先端半導体用フォトレジストの評価設備を拡充中で、2025年度から2026年度上期にかけて新設備が順次稼働予定です。この設備投資により、有機低分子レジストの本格的な量産評価体制が整います。顧客からの要望次第では、2025年から2026年にも製品化される予定で、同社はこの技術を核として EUV レジスト市場でトップシェアを目指すとしています。しかし、半導体製造では、レジスト材料の選定は極めて慎重に行われます。一度採用された材料を変更するには、膨大なコストと時間がかかるため、簡単には変更できないのです。そのため、新しいレジスト材料が市場に受け入れられるためには、技術的な優位性だけでなく、品質の安定性、供給の確実性、コスト競争力など、総合的な競争力が必要となります。同社は、これらすべての要件を満たすために、技術開発から製造体制の整備まで、包括的な取り組みを進めているのです。これまでの数年間で、半導体材料分野への設備投資は、1000億円レベルに達しており、同社の本気度が伺えます。2030年には ICT& モビリティソリューション部門でコア営業利益1000億円を目指すとしており、有機低分子レジストはその中核技術として期待されています。JSR 未上場 JSR 株式会社は半導体材料、ディスプレイ材料、ライフサイエンス分野に事業領域を拡大している総合化学メーカーです。特に半導体材料分野では世界トップクラスの技術力を誇ります。同社は住友化学とは異なるアプローチで金属酸化物レジストの開発を進めています。金属酸化物レジストとは無機化合物のナノパーティクルを有機酸で表面収縮した材料です。同社の金属酸化物レジストは住友化学の有機低分子レジストと並んで次世代 EUV レジストの最有力候補とされています。同社の強みは
長年にわたるフォトレジスト開発で蓄積された材料技術と、顧客である半導体メーカーとの密接な関係にあります。特に、金属酸化物レジストの高解像度性能とエッチング耐性は、極限的な微細化を追求する半導体メーカーから高く評価されています。しかし、金属酸化物レジストには、金属汚染のリスクという課題があり、この点で、金属フリーの住友化学の有機低分子レジストとは対照的な特徴を持っています。東京桜花工業証券コード4186。東京桜花工業株式会社は、フォトレジスト製造で世界トップシェア級を誇る専業メーカーです。1962年にプリント基板用フォトレジスト。1968年に半導体用ネガ型フォトレジスト。1972年に国産初の半導体用ポジ型フォトレジストを開発するなど、日本のフォトレジスト技術発展の牽引役を果たしてきました。同社は2026年から2027年には金属酸化物レジストの利用が本格化するとの見立てを示しており、JSR と同様に金属酸化物レジストの開発を進めています。同社の強みは、フォトレジスト専業メーカーとしての深い技術的知見と、世界中の半導体メーカーとの長年にわたる信頼関係にあります。神奈川県の相模事業所を中心に、韓国、台湾、中国にも製造、開発拠点を展開し、アジアの主要半導体生産地域での供給体制を確立しています。今回ご紹介した3社を含む、日本の化学メーカー5社、住友化学、JSR、東京桜花工業、富士フィルム、信越化学工業は、合計で世界のフォトレジスト市場の約9割のシェアを握っています。次世代レジスト技術においては、住友化学の有機低分子レジストと JSR、東京桜花工業の金属酸化物レジストという異なる技術が共謀しています。それぞれの企業がより優れた製品の開発を目指すことで、日本全体の技術競争力向上につながるでしょう。フォトレジスト市場は、半導体の微細化進展とともに、今後も成長が期待される分野です。特に、生成 AI や IoT の普及により、高性能半導体への需要が急増しており、これを支える次世代レジスト技術への期待は、ますます高まっています。このような市場環境の中で、日本企業が開発する次世代レジスト技術は、世界の半導体産業の発展を支える重要な基盤技術として位置づけられているのです。いかがでしたか？今回は、住友化学が開発する有機低分子レジストという革新的な技術について詳しく見てきました。この技術の登場で、あなたが日常的に使用している電子機器の性能向上が期待できます。有機低分子レジストにより、半導体の微細化がさらに進展すれば、スマートフォンの処理速度は飛躍的に向上し、バッテリー持続時間も大幅に伸びるかもしれません。また、パソコンやタブレットもより高速になり、同時により薄く軽量化されるでしょう。他にも生成 AI 技術や IoT 分野、自動車産業、医療分野など、様々な分野に革新的な変化をもたらす可能性があります。しかし、この技術革新の背景には、激しい国際競争があることも忘れてはいけません。半導体技術は現代社会の基盤技術であり、同時に安全保障上も極めて重要な技術です。アメリカと中国の間で続く半導体技術をめぐる競争において、日本企業が持つフォトレジスト技術は重要な戦略的資産となっています。住友化学の有機低分子レジストをはじめとする日本の次世代レジスト技術は、日本の技術的優位性を維持し、国際競争力を確保するために不可欠な技術なのです。このような最先端技術の開発には、長期間の継続的な投資と研究が必要です。技術革新は決して一朝一夕に実現されるものではありません。長年の継続的な研究開発、膨大な投資、そして多くの研究者、
技術者の努力の積み重ねによって初めて実現されるものです。住友化学の有機低分子レジストも、そうした努力の結晶であり、日本の技術力の象徴と言えるでしょう。あなたが使っているスマートフォンやパソコンの性能向上の背景には、住友化学のような日本企業の地道な技術開発があることを知っていただければ幸いです。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。